EX チケットを考察しなきゃ。ジャスパルと申します。アップデートバージョン 2.11.0 が配信開始となりまして、一部のバランス調整と EX モード、若草 EX が追加となりました。解禁自体は来週の月曜日となるんですが、まあもう事実上の新フィールドみたいなもんでしょうね。この EX モードに挑戦するために必要なアイテム、EX チケットの枚数がもう大盤振る舞いやないかいということで、ちょっと今後の遊び方に大きな影響出るんちゃうんかということで、アップデートの変更点も確認しつつ、基本は EX モードについていろいろと思いつくことをお話ししていこうと思います。ぜひみんなの思いつくもの、EX 攻略についてもコメントお待ちしております。それでは参ります。ということで EX のお話をする前にアップデートの変更点だけさらっと確認しておこうと思います。まずはバランス調整から。一部のお手伝いポケモンのお手伝い能力を調整ということで、ダグトリオとガラガラのお手伝いスピードが短縮されました。ダグトリオは2800秒から2650秒に150秒短縮されまして、ガラガラは3500秒から3300秒に200秒短縮されました。お手伝いスピード S ほどじゃないんだけど、ちょっとしたお休みリボンがついたみたいな感じで、こんなんなんぼあってもいいですからね。ダグトリオはこの調整によって1日のお手伝い回数が超ざっくり4回くらい増えたみたいです。素の食材確率が 19.0% らしいので、まあ食材確率アップとかつけたら1日1回くらいは食材お手伝いの回数が増えたかなーって感じでしょうかね。ちなみにネギを集める能力は相変わらずウェーニバルとカモネギには勝てないんですが、レベル 60ABB ダグトリオならレベル 30AA カモネギくらいにはネギを集められるみたいなので、まあカモネギの AAA 厳選ってイカれた難易度かなと思うので、つよつよダグちゃんをアメブーストしてみたっていいのかもしれませんね。私はやりましたそしてガラガラは今後アローラガラガラが来る時とかに備えてというか、もうちょっとゴリッと強化してくるかなみたいな勝手な期待もあったんですが、今回はマイルドめかなというような印象ですかね。まあドードリオだったりヘラクロスが気づいたら2300秒になっていたりもしてますからね。もしかしたら今後も様子見て何かしら行われるかもしれません。ってことでダグトリオが2650秒に、ガラガラが3300秒になりました。続いてメインスキルお手伝いサポート S 効果量アップということで、各レベルでお手伝い回数が1回分増加しました。レベル1で6回、最大レベル7だと12回になります。リリース直後はレベル1で4回だったんですよね。 1.5 倍になりました。もうね、リリースから2年も経ちましたのでね、サポートをするのも要領を得てきたということなんでしょう。ちなみにね、前回の動画のコメントで、お手伝いサポートなのに自分を対象にするのはおかしくない的なコメントがありまして、そうだよね、リリース当初から思ってる元気エールもそうだね。まあおそらくね、変えづらいシステム的ななんやかんやがあるんじゃないかなと思ってます。過去にね、バグってたこともあったと記憶してますしね、チームを変更したらスキルがリセットされる仕組みにもなりましたし、その代わり強くしといたよということで活用させていただきましょう。お手伝いサポート S の効果量、各レベルでお手伝い1回分増えました。さあ変更点はそんな感じで、ここからは新要素 EX モードの追加についてです。前回の動画でマップの画面から若草 EX の出現ポケモンとかわかるんじゃないって言ったんですが、残念ながらこのタイミングでは解禁されませんでしたね。まあね、出現ポケモンを見てから考えるという方も多くないかとは思うんですけれども、朝一突撃にキネキがいることと思いますので、気になるようであれば月曜日の朝にちょっと情報収集してみるのもいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、フィールドボーナス絡みの情報が気になっていたんですけれども、そのあたりも解禁されるまでお預けとなってますね。ちなみにアチーブメントはすでに公開されておりまして、マスター17でサブスキルの種、マスター20でメインスキルの種がゲットできるみたいですね。まあ多分ゴールドより難易度上がってるんだろうと思うんですけれども、その中で木の実縛りがあってマスター20ってマジでいついけるようになるんでしょうかね。来年ですらいけてないような気もするんですが、まあそれはさておき。さあそんな EX モード、挑戦するためには EX チケットが必要だと発表されていたわけなんですが、これはすでにスリープポイント交換所に置いてあります。なんとノーマル交換所に3枚、そしてプレミアム交換所に1枚ということで、最大で月に4回まで EX に挑戦できるみたいです。これすごくない？
無課金でも月の半分以上 EX に行けるということで、すでに全フィールドのフィールドボーナスがカンストしているパルとしては、いやそりゃ最大数無課金なので毎月3回は行くんじゃないって感じになっております。ってことでね、来週からの動き方がこれまでとはね、まるっきり変わるような予感もしておりますので、EX チケットがたくさん手に入ると遊び方にどういう影響がありそうなのか思いつく限り考察していきたいと思います。ってことで、私がパッと思いつくのはこの辺りですかね。メリットデメリット軽め説、 EX 木の実料理ガチャ、そして EX 中心のゲームになる、 EX 厳選育成、伝説ポケモンの重要度アップ、一部アイテムの重要度アップ、 EX 夢のかけらゲット、これら順番にお話ししていきます。まずはちょっとした考察というか予想から、メリットデメリット軽め説ですね。EX モードではポケモンの飴、リサーチ EXP、夢のかけらの量が増えますよとアナウンスされています。その代わり各寝顔の眠気パワー消費が大きくなるので手強いですよみたいな、そんなモードとなっているかなと思うんですが、このねリサーチ報酬が増加することによって新フィールドまでに EX をうまく使って夢のかけらを集めておきたいねみたいな話をこれまでしていたんですが、これだけ頻繁に行くことができるのであれば、例えばね月1のボーナスフィールドっていう感じではなくて、ちょっと報酬がうまい代わりにめっちゃむずいみたいな、言ったら行っても行かなくてもそこまで大差ないぜみたいなモードな気がしてきました。行かなきゃ損するみたいな感じじゃなくて、自由な選択肢の一つとしてやり込み勢もさらに楽しめるものを置いておきますねみたいな、そんな感じなのかなとちょっと思いましたね。まあそれはね来週には明らかになることではあるんですけれども、意外とメリットもぼちぼちでデメリットのお手スピダウンも思っているよりは下がらないとかだったりするのかもなと最初に思いましたね。そんなメリットデメリット軽め説ですね。軽めだった場合はそこまで EX に力を入れるって感じじゃなくてもいいかもしれないので、また来週情報が出揃ったら考察していきたいと思います。続いて EX 木の実料理ガチャですね。EX モードでは挑戦のために EX チケットを消費しますので、これまでの例えば若草本島でフィールド移動チケットを使って行っていたようないわゆる木の実料理ガチャが行いづらいんじゃないかと思っていたんですが、 EX チケットがそれなりに手に入って報酬もまあそこそこということであるならば、 EX チケットをいっそ EX 木の実料理ガチャチケットとして運用してしまうことも可能かなとは思いました。例えば来光でお手伝いブーストを貯めたから電気の木の実が引きたいぜとかね。それをこれも例えば12月ホリデーダブル夢のかけらリサーチと若草 EX の合わせ技でもう夢のかけら大フィーバーを狙うんだみたいな、そういった特定のタイミングでの一発大博打には使えるのかなと思いました。ただし所持数に制限がありますので、最大で先月から持ち越してきた分2枚とノーマル交換所の3枚プレミアムの1枚合計6回ですね。一応ね各木の実18分の3すなわち6分の1の確率で選ばれますので、6回やって狙っている木の実が出る確率は多分 63% くらいはあるかと思います。分母分引くとそれくらいでしたよね。となるとちょっと厳しいのか料理ガチャの方が現実的かもしれませんね。まあもしね前段外してしまったという場合には普通のフィールド移動チケットでそれこそゴールドに逃げ込みますみたいなリカバリーの手段と合わせてまあやれなくもないよなというお話でした。 EX 木の実料理ガチャでした。さあ一旦ここまでが枚数が多いことによるとりあえず最初の印象感想って感じの2つでした。よりゲーム的な考察ここからとなります。まずはそのまんま EX 中心のゲームになるです。無課金でも毎月3回プレパスなら4回 EX に行くのであれば、それはもうほぼポケモンスリープ EX なのでポケモンマスターズ EX みたいになってきましたね。あちらはポケポケと同じく DNA さんでしたっけね。まあそれはさておき、それこそ先ほどもお話ししたんですが、私はフィールドボーナスがすでに全フィールド 75% マックスになってしまっているので、だったら毎月3回なるべく上限1杯若草 EX に行って EX フィールドボーナスを上げたいなと思ってしまいます。さらにね先ほども言いましたが、例えばホリデーのタイミングで EX に行きたいなとか、
そういう風にむしろイベントの時こそ EX を活用しようと思うのであれば、今からガツガツフィールドボーナスを上げておきたいところです。おそらくね、アンバー渓谷が登場して以降はアンバーでの新ポケ探し生活が始まるんじゃないかなと思うので、特に8、9、10月は EX が中心の生活が突如として始まりそうだということで、 EX 中心のゲームになるでした。で、それによって出てくる影響についてです。続いて EX 厳選育成。 EX の出現ポケモンたちは残念ながら解禁まで詳細お預けとなったんですが、ラルトスやヤミラミが出てくることは確定していますので、非常に興味深い生態系となっていそうです。で、各フィールドの固有種的なポケモンたちも出てくるのであれば、厳選も育成も全部まとめて EX でできて超便利じゃん、 EX 最高とはならないだろうなと考えています。というのも、それこそスキルウィークのピックアップポケモン若草 EX めちゃくちゃいるんですよね。これおそらくベースとなるのがやっぱり若草本島ってことで、ポケモンの種類はちゃめちゃいるんじゃないかなと思います。シアン EX 以降はそんなことないのかなと思うんですが、若草 EX は厳選には非常に不向きなんじゃないかと予想します。なんですが EX 中心でフィールドボーナスゴリゴリ上げたいんですよね。ってなったら今厳選しているその子、私ならアゴジムシとかでしょうかね。その子を厳選する、それとも EX に行くっていう、そういう話になるわけなんですよね。5++とかを持っていてフィールドボーナスの移し替えに抵抗がなければ厳選しながらフィールドボーナスを上げるっていうことも可能かと思うんですが、無課金パルはフィールドボーナスのために今やっている厳選を今一度見直さなきゃかなと思っています。アゴジムシはね、もう早めに切り上げなきゃいけないかもですね。これはね、出現ポケモンだとか EX のメリットの大きさだとかいろんな要素が絡む項目なので一概には言えないんですけれども、 EX 中心になるのであればそれに合わせた厳選育成をしたくなるかもっていうことをなんとなく考えておきたいところですね。そんな EX 厳選育成でした。飴の数自体は増えるらしいんですけどね、狙っているポケモンの飴じゃないと意味ないみたいなところもあるかと思うので、そのあたりもちょっと注目しておきたいですよね。続いても厳選育成に関してです。特別なポケモンの重要度アップです。伝説のポケモンたちですね。EX が中心の生活になる場合、EX で活躍するポケモンを増やしたいなーってなるかと思います。そこで活躍するんじゃないかと思うのが、特別なポケモンたち率いるタイプ統一パ。それこそライコウ、エンテイ、スイ君、クレセリア、ダークライのタイプ統一パを一つ二つ持てていると若草 EX の安定感向上につながるんじゃないかなと思うわけです。特に3件のお手伝いブーストや今回強化されたお手伝いサポートはチームメンバーのお手伝いスピードに関わらず一定回数のお手伝いを完了してくれるスキルとなっていて、木の実一致以外はスピードが遅くなってしまう EX モードにおいてもスキルの出力が落ちるということはないので、タイプ不一致ポケモンの食材を集めたりだとか普段よりも活躍してもらうことも予想できますね。そしておあつらえ向きに来月ライコウ、エンテイ、スイ君リサーチが開催されますので、ちょっとそこに向けてチームの構想を練っても良さそうかななんて思いました。電気、炎、水タイプの中だとチーム的に運用が楽そうなのは元気オールヒーラーのパーモット要する電気タイプかなと思うんですが、ライコウに関しては若草 EX では出現確率がアップしているとのことで、ポケモンスリープの出現確率アップはそこまで当てにできないんですけれども、一応現地での厳選も可能かもしれないということを考えると、イベントではエンテイ、スイ君が狙いたいかもしれませんね。特にスイ君はおそらく次に実装となるシアン EX での活躍も見込まれますので、今狙っておくことに価値があるかもしれません。エンテイもその次来るんだと思うんですけどね。ってことで特別なポケモンたちのタイプ統一パが重要度を増しそうだねっていうお話でした。無課金的にはね、特別なポケモンって2体同時には編成できないので、どこにでも差し込めるエルレイドって実はめっちゃ優秀なのかもとか思い始めていますね。格闘の木の実が引けたらどんなチームにも出張できますよみたいなね。また後日能力の考察したいなと思います。さあ続いては一部アイテムの重要度アップですね。思いついているのはお手伝いホイッスル、元気枕、食材チケット、回復のお香でしょうか。主に食材と元気に関してですね。たまーにデイリーギフトでも手に入るこれらのアイテム、地味に道具バッグを圧迫する意外と使いどころのないアイテムと化していませんでしょうか。
これら EX の方が重要度が上がるんじゃないかと考えています。特に元気系なんですけど、ヒーラーが弱体化してしまいかねない EX において、元気回復量ダウンの性格のポケモンって結構厳しい立場になるんじゃないかなと思うんですよね。元気が足りなくなってしまったら翌朝元気 100% で起きられなくなるかも。これまで以上にそういったアイテムが活躍するかもなぁと思いましたので、今余ってる方は EX でガンガン使うとか、EX 以外ではちょっと温存しておくとかしてみてもいいのかもしれませんね。食材絡みも集めにくくなるかもしれないので、EX の方が重宝するかもねっていうお話でした。一部アイテムの重要度アップです。さあ最後になりました。今パッと思いついているものラストは EX 夢のかけらゲットです。これまでも何度か EX で夢のかけらが大量に手に入るのであれば、夢のかけらゲットのポケモンはちょっと育成様子を見てもいいんじゃないかというようなお話をしていたんですが、それはそうとして育ててもいい気がしてきました言うてね、解禁してから考えてほしいことではあるんですけれども、 EX が中心のゲームになってフィールドボーナスを上げておきたいと。その上で頻繁に EX に行けるのだから報酬的にはそれなりなんじゃないかと。ここでね、報酬爆馬だとマジで夢のかけらゲットポケモンの存在意義とはってなりかねませんしね。ってことで EX でむしろ夢のかけら艦隊で過ごしながらフィールドボーナスを上げつつ過ごすみたいなのもいいんじゃねっていうEX だとね、厳選もしづらそうですし、今週はもう EX でまったりかけらと食材集めして来週のキャンペーンに備えようみたいな EX が中心になるがゆえのそういう逆転現象みたいなことがね、全然起こり得るのかなと思いました。EX モードって毎週ランダムなカビゴン育成に関するボーナスが1つ追加されるので、もしそこにスキル発動率 1.25 倍とかそういうやつがあるのであれば、プチ夢のかけらウィーク開催みたいにできたりするかもしれないので、我々夢のかけらゲット使いとしてはそこまで悲観することはないのではないかと。 EX で手に入れた大量の飴とともにホリデーで笑おうとそういう話でした最後急にちょっと語彙力が終わりましたね。まあそんな感じでね、まとめますと EX チケットがたくさんあることによって EX が中心のゲームになることが予想されますので、特に厳選や育成の計画について今後変化が生じるかもなというのが主ですかね。その流れの中で9月の来光園庭水訓リサーチに挑むことになりそうだねって感じで、ちょっとね、厳選の心構えであるとか、どこで区切ろうかとか、 EX に行かないときはどこのフィールド行こうかなみたいなことの指針にしてもらえたらなと思います。またね、 EX についてどう遊ぼうかとか、厳選 EX を見据えてこのポケモンに注目してるぜとか、今回ね私だったらエルレイドとかね、そういったいろんな意見感想等々何でもコメント頂戴できたらなと思います。私はね早速来週から EX 行くんですけれども、みんなはどうするこのチケットの量を受けて。新しい要素でありますのでね、ぜひいろんな意見お聞かせください。そんなアップデートバージョン 2.11.0 と EX モードについてでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パレでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのグッドとコメント本当にありがとうございます。それではね、思ったよりもマイルドそうで思ったよりも日常になっていきそうな EX モード、来週の解禁でまたどんでん返しされるのか楽しみにしておきたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。